こんにちは、めいやです。8月に入り、私ダニに噛まれました。今日はですね、ダニのお話をさせていただきます。もうこれ以上今季ダニに噛まれたくないので、どうやって過ごそうかな、ダニとどう戦おうかなというお話です。いつもヘバーデン結節や大腸ポリープのお話、そういった動画を見ていただいている皆様には大変申し訳ないんですけども、最後までダニのお話です。今日のこの動画はダニに悩まされている人たちが見てくださるかなと思うのですが、少しでもお役に立てればな、あといい方法があるのであればぜひ教えていただきたいなというふうにも思っています。状況を分かりやすく皆様にお伝えできればいいなと思いますので、ちょっとまとめてみました。今日はこういった流れで、お話を進めていきます。1、ダニに噛まれた時の状況。2、噛まれる前、どんなダニ対策をしていたか。3、噛まれた後のダニ対策、何をしたか。4、今後、どんなダニ対策をしていくか。5、レイコップの効き目。ラストは、噛まれた後の色素沈着を防ぐ私の方法。8月7日の夜、逆立ちエクササイズをここでしていました。短パンを履いていたので足は露出していました。エクササイズを終え、このヨガマットの上でうつ伏せになり、スマホを5分くらい見ていたら、右太ももの前側に少しチクッと感じて、見てみると直径1センチ弱の赤い斑点が一つ。やられた。すぐにしたことが掃除機でした。この時に感じたことは、絨毯の上で寝そべっていて噛まれることはあったけど、ヨガマットの上で噛まれた。これは初めての体験だ。あと、8月初旬に噛まれるなんて、例年より1ヶ月早いじゃん。とか考えていました。今期のダニ対策で3日おきに掃除機をかけていたけど、やられました。我が家はですね、3年前からダニが出始めて、でもう梅雨時入ったぐらいからこれを使ってます。知ってますか？これダニマモルームっていうものです。こういう感じのアース製薬さんのマモルームダニ用、24時間ずっともう差しっぱなし、コンセントに差しっぱなしで薬剤がなんか出るんですよね。でダニをこれは死滅させるわけではない感じなんですね。これを使っていても限界があるのか刺されてしまいました。でどうしたかというと、これはこのまんまコンセント挿したまんますぐ家に置いてある、常備してあるのがこのダニアース。これをバーッと絨毯にかけて、そしてこれも常備してるんですけども、これもアース製薬さんでプッシュすることによってシュッてするとダニを寄せ付けない系のものですね。ちょっと詳しくはあんまり分かってないんですけど、もうダニを寄せ付けたくないので、こういったものは一応すぐに使いました。刺されてしまうと何が何でもダニを
駆除したいので買ってきたのがこれです。ダニアースレットですぐにこれを部屋に仕掛けて、こうやってこれ使用したものですけどやりました。がしかしです。ダニアースレットで駆除したつもりなのですが、なんとその5日後にこちら脱衣所、ここで朝着替えをしていたんです。そしたらなんかチクって感じて、って思ったらここチクッと噛まれました。ちょっとこれテープ貼ってるんですけど、これまた後で説明しますね。で、駆除をしたつもりなのにその5日後にやられて、しかも絨毯で寝そべっていたわけじゃなく、立って着替えている時だったので、ダニってこんなところまで飛ぶのって思ったりしたんですけど、多分飛んできたわけではなくて、脱衣所にタオルとかが置いてあるので、こういったところに多分潜んでいて、それがなんかそれにやられたのかなっていうふうに思いました。それでね、その2日後です。今度は夜シャワーを浴びた瞬間です。あれ、なんか太ももが赤いって思って見てみると、またダニに噛まれました。これもまた立っている時なので、どうしてかなって思うんですけども、そんなこと悩んでてもしょうがないので、もう何か手を打たないと思ってドラッグストアに行って買ってきたのが、それはですね、これなんですけど、ダニ取りシートっていうものを買ってきました。で、これをこの脱衣所に仕掛けています。これ緊張のダニがいなくなるシートです。これはダニを寄せ付けないとかではなくて、このネットの中にダニが寄ってきて、そして吸着剤、粘着シートが入ってるから、そこにダニがビチョってくっついてダニ取りができるっていうものです。気が狂いそうになるぐらいダニのことばっかり考えて、仕事中もどうしようダニどうしようっていうふうにずっと考えている私なので、これで収まらず次々といろんなものを買ったんですね。ちょっと見てください。3週間の間に1、2、3箇所刺されているんです。寝室とかベッドの上ではなく、リビングとあと脱衣所、浴室でやられてるんですけども、いろんなところにこのダニ取りシートを仕掛けようと思って結構いろいろ調べて、こういうさよならダニデラックス、これをネットで購入して、さらにですね、これもなんかいいのかもと思って、ダニ取りロボ、変わった名前ですよね。こちらをこの5枚とか買いました。まずはですね、ちょっとこれ見てみましょうか。ダニシートをリビングに仕掛けていくんですけど、カーペットはうちはもう埋め込んであるので、めくって絨毯の下に忍ばせることができないんですね。そことっても難点なんですけど、ダニって暗いところで活動するので、何かの下に入れた方がいいと思うので、これダニ取りダニはこういう感じですね。これをですね、例えばこの
こういうのの下に入れてみようかな。とにかくこれをありとあらゆるところに仕掛けていきます。このさよならダニーは2ヶ月持つそうですね。そしてもう一つ、このダニ取りロボ誘引マットっていうのかな。これもちょっと開けて見ていただこうかしら。いいのかな。これなんかこういう感じなんですけども、ケースにセットしてて、ケースってどこにあるのかな。やばい、これ別売りのケースが必要なのかもしれないです。どうしよう。調べましたところ、ダニ取りシートを入れる専用の袋がないとどうも使用しちゃいけないみたいなんですね。めちゃめちゃショックです。また購入して届いたら、その専用の袋に入れていろんなところに仕掛けて使います。9月になると台風シーズンが来て、湿度が多いとダニがまた大量発生してしまいますよね。それに向けて私がやろうとしていることはですね、まずはこのダニアースレッド、これを1週間に1回やりたいと思います。でもう部屋中のそこら中にこのダニ取りシートを仕掛ける。あと頻繁に毎日必ず掃除機をかけようと思っています。そして、脱衣所なんですけども、なぜか脱衣所に本当に2回も噛まれているので、このマモルームっていうやつ、これは駆除するものではないのですけど、部屋が広いとひょっとして効き目があんまりないのかなと思って、脱衣所はそんなに広くないので、脱衣所にコンセント挿して置いておけばひょっとしたら効き目があるかなと思って、このダニマモルームは脱衣所にやります。そしてですね、これですよ。今年春先かなに買ったレイコップですね。布団の掃除機なんですけども、効き目がどうかっていうお話なんですけど、今のところベッドではダニに一切噛まれていません。でどうやってこれを使ってきたかというと、7月中は4日4、5日に一度使っていました。そしてダニに噛まれる8月に入ってからは3日おき、そして今では毎晩寝る前に必ずベッドをレイコップやっています。そのおかげでしょうかね。一応これ60度以上の温風が出るので、それによってダニが死滅しますよね。なんか効き目があるような気がします。またちょっとやってみようかな。レイコップの効き目がいいと思うところですが、普通の掃除機では吸引しきれないゴミを吸い取ってくれてる感がすっごいから。ここで少し私が噛まれたダニの生態について。私に噛みついたダニの種類は多分爪ダニ。なぜ爪ダニが発生したのかというと、室内の温度と湿度も関係していますが、その他に爪ダニの餌となるヒョウヒダニと粉ダニがうちの家にたくさんいたから。粉ダニ、ヒョウヒダニ、これらはどの家にも必ずいるダニの種類ですが、この子たちは人間を刺したり噛みつきません。この子たちの餌、大好物のご飯はフケ、赤、髪の毛、小麦粉などの食品。人間と同じ脂質やタンパク質ですね。人間を噛む種類のダニを寄せ付けなくするためには、
粉ダニと表皮ダニを増やさないことが要になります。そこで活躍するのが餌となるフケ、アカ、髪の毛を強力に吸い取ってくれるレイコップなんだと思います。ダニの噛まれた後に貼っているこのテープなんですけども、これなんで貼ってるかというと、ダニに噛まれるのはかゆいしかもダニって1ヶ月ぐらいずっとかゆいんですよね。でそれは本当に、気持ち悪いし嫌なんですけど、一番私が苦痛なのがダニに刺された跡がほぼ1年消えないんですね。噛まれた跡がずっと残ってるんですよ。でこれが足とかふくらはぎの部分とかにあると、スカート履いた時に見えるじゃないですか。でなんかこう、私の感覚なんですけど、ダニに刺された跡が2箇所3箇所っていう風にあると、なんか不潔感というか汚らしい感じがして嫌なんです。でとにかくダニに噛まれた跡を残さないために何か方法はないかなというふうに考えて、思いついたのがこちらなんですけど、傷口をきれいに治す絆創膏ですか、モイストヒートとかなんかそんなような効果がある、きれいに切り傷とか擦り傷やなんかを治してくれるバンドエイドがよく最近ありますよね。これを噛まれた直後に水でパッて洗って、もう数分以内にピタッと貼るんですけど、ちょっとこれいつかな、これも1週間ぐらい経ってるのかな、噛まれて。で外しますと、噛まれた跡がそんなに目立たないんですね。目立たないだけではなく、かゆみも5日ぐらいしたらもう全く痒くなく、1週間2週間経過しても痒みがないんですよ。なのでもうこれすごいの見つけちゃったと思って、私はこれをダニに噛まれたらこれからも貼るんですけど、これは虫刺され用の絆創膏ではありません。注意として見ると、ニキビ、湿疹、虫刺され、皮膚炎などの症状には使用しないでくださいというふうに書いてあるので、虫刺されにはこれ良くないんですよ。ばい菌が入って噛まれたところには良くないようなんですね。だからちょっと無責任ですけど、決してこれがいいですよというふうには言い切れないんですけど、もしもご使用なさるのであればご自身のご責任でっていう感じです。でも、刺された3箇所にこれ使いましたけど、はっきり言ってすごくいいです。大人であればひょっとしたらいいのかな。お子さんはあまり良くないでしょうね。台風がね多くって湿気が多くなるので、ダニが大発生しやすいシーズンだと思うのですけど、これ以上、刺されなければいいな、そんな報告できればいいなと思ったり、あとレイコップも毎日ベッドをレイコップで掃除機かけてるとダニに噛まれなかったっていう報告ができればさらにいいなというふうに思っています。ダニに悩まれてる方はどういう環境だとダニに噛まれるのか、ダニが大量発生するのかっていうことをご存知かと思いますけど、もし皆様の中でこういう方法いいのあるよ、うちはこうやってやってるよなんていうのがあったら、よかったら教えてください。本日はご視聴どうもありがとうございました。さようなら。